覧ください。Do you have one short this one? はい。これちょっとゆっくり言ってるからでも、素晴らしい教えがありますから、サムエルに。はい、最近私たちは概要を見てて、やっぱりサウルとダビデ指導者の交代ことを見てています。あと、ダビデがサウルから逃げることですね。ダビデの脱出こと。最近、先週かな、見ていました。今は第一サムエル記23章います。第一サムエル記23章。So, 1 Samuel chapter 23 is where we are today. Samuel 23章。今、1節から5節まで続いて読みます。So, 概要を見ると3番目のB の最後の箇所ですね。サウルは神様に背き、王を失うことにで、B はサウルの嫉妬、やっぱり怒っていることも言ってますね。あと、ヨナタンの友情、やっぱりヨナタンがダビデの友達、すごい近いの友達になりました。あと、ダビデの脱出のことを学びました。ダビデが本当にサウルを私を殺したいということを理解していました。だから逃げていました。いろいろなところに行きました。最近は23節、22章も先週見ました。サウルが絶対いけないのことを誰がダビデを手伝ってて、その人でも殺す。だから祭司たちが神様の先週言いました。祭司でも神様を使えるの者たちですけど、サウルがその85人を殺していて、やっぱりすごい危ないですね。だからダビデは本当に生きのために生きている場所です。でもダビデが自分の神を全然忘れませんでした。神様の導きもあって、神様を認めることもありました。私たちそのことを見えます。第一サムエル23章。じゃあ1節から5節まで読みたいと思います。So we're going to look at 1 Samuel chapter 23, verse 1 through 5. We're still looking at number 3, Saul and David's transition of leadership. And number B there, Saul's jealousy, Jonathan's friendship, and David's escape. David still is running for his life. And so let's read 1 Samuel 23, verse 1 through 5. じゃあ、第一サムエル23章1節から5節まで、一つずつ聖書を読みましょう。じゃあ、最初は英語姉妹から次、学教で、次は小姉妹、同姉妹。それは次に私。
ます。はい、いいですか？その後、ダビデに次のような知らせがあった。今、フェリシテ人がケイラを攻めて内側を略奪しています。そこでダビデは主に引っかかっていた。間違ってこのフェリシテ人を撃つべきだった。主はダビデに出されたので、フェリシテ人を撃ち、ケイラを救えました。しかし、ダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り、私たちはここをユダにでさえ恐れているのに、ケイラのフェリシテ人の陣地に向かって蹴るでしょうか。Verse 4. And David inquired of the Lord who had appeared. And the Lord answered him and said, Arise, go down to Keilah, for I will deliver the Philistines into thy hand. ダビデとその部下はケイラに行き、フェリシテ人と戦い、彼らの家畜を連れ去り、フェリシテ人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を救った。はい、救い出しました。もちろん神様は勝利を与えました。でもダビデは簡単の方には先週言いましただと思いますけど、やっぱり私、サウルから逃げるから、私の生き守るはずがあって、私、神様、次の王に神様を選びましたから、なぜ私、逃げるんじゃなくて、もう、フィリシティ人と戦い始め、そのケイラの町の方々を救うと、私、やっぱり危ないのところに行くかもしれない。でもそれは全然考えませんでした。ダビデはいつも自分の守ることじゃなくて、もちろんダビデの一緒にいるの方々は400人、最初は400人ですけど、でもそれどんどん増えていっていますけど、でもやっぱりイスラエル自分の国ですから、イスラエル人々をよく愛していました。大切にしていました。まだ王様じゃないですけど、やっぱり普通はサウル王は王ですから、サウルがその町、フィリシティン人と戦いはずがありました。その自分の国の守るのため。でも、サウルをやらなかったし、ダビデが、じゃあ私やります。すごい素晴らしいですね。だからまだ王じゃないですけど、でも王のように考えて行っています。もちろん神様と共にいるから。でもダビデ、ただ、じゃあ私やりますとことじゃなくて、神様の御心を探しました。それ書いてありますね、2節に。神様、どうか私行きますか？私、フィリシティ人と戦いますか？お祈りした。神様の導きを探しました。あと1回だけじゃなくて、2回目もやっぱり人々が怖がりましたから2度目、これ書いてありますね。お願いしています。もちろん神様勝利与えました。素晴らしいですね。So David here, he fights with these Philistines here. Saul was supposed to be the king. Saul was the king of Israel. He should have been the one knowing about the Philistines attacking the city and coming with his army to protect them and attack the Philistines. But he didn't do anything about it. He was too busy trying to kill David instead. He was doing his job. And so David, even though he could have just said, oh, it's not my responsibility. I could just run away. You know, I'm trying to save my life here. And yet he says, no, I have some men with me, 400 men here
we can fight the Philistines and we can save this city. And that's what he does. And of course, he, at first, seeks God. Is this God's will or not? And that's how David is living his life. Even though he's running for his life, he's still seeking God. And yet, Saul, of course, is not. And God gives them a great victory there. And so he's acting even as the king. God is using him, even though they haven't established him as a king yet, but God has called him to be the king and the leader of Israel. Okay, so let's see here. We are in chapter 23. Let's look at verse number 14. じゃあ14節。またサウルの働きは14節に見えますけど。So what is Saul doing this whole time? What does he keep doing? Verse 14 tells us. ダビデは荒野や妖怪に宿ったり、自負の荒野の産地に宿ったりしたり、サウルはいつもダビデを追ったが、神はダビデをサウルの手に渡されなかった。もうずっとサウルは探してて、ダビデを探してて。でも神様はもちろん守りました、ダビデを。感謝です。God was with David. It doesn't matter if Saul was the king of Israel because God was on David's side. もちろん、サウル王は王様ですから、やっぱりすごい力、すごい権利があって、でもダビデの方には神様守ってくださいますから、サウル王は何もできないです。私たちにもそうですね。私たちの敵はどんな人が私たちに対してそのクリスチャン、なぜクリスチャンになるか、多くの人が迫害されて、でも私たちの側には神様がいるから危ないじゃない。神様も守ってくださいます。神様は私の状態をよくわかりますから。ダビデは続けて神様を信頼していました。違いました。じゃあ次に24章いきます。じゃあノートを見ると、その C、3番の C。So if you look at your note on the outline, number 3, letter C, David's mercy towards Saul and marriage to Abigail is in chapter 24 through 26. じゃあ24章から26節、26章までは3番の C にこう書いてあります。サウルに対するダビデの慈悲とアブガイルとの結婚ことを見ます。サウルに対する。やっぱりダビデがサウルに、もちろんサウルがダビデを殺したいんですけど、でもダビデは悪に応えないんです。Even though Saul wanted to kill David, David did not return the evil. He was merciful to Saul. And he showed it several times. We see here in chapter 24. もう何回その荒みを持つことをサウルに対して与えたことを見えます。24章。じゃあ2節から7節まで読みましょう。じゃあもう一回同じようにいくつ前から読み始めましょう。2節から7節まで。で、chapter 24 verse 2 through verse 7. そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭をエリメイトの岩の東にダビデとその部下を探しに出た。石の傍らにある石の霊の恋場に来ると、そこに洞穴があった。サウルは用を買ったり中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥に
座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よう、私はあなたの敵をあなたの手に渡す。彼はあなたなら良いと思うようにせよと言われた。その時です。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。And it came to pass afterward that David's heart broke him because he had cut off Saul's skirt. 彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だからだ。あと7節。ダビデはこう言って部下を解き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いていった。はい、ありがとうございます。もちろん、ダビデが隠していて、サウルは同じ場所に行っていていました。でも、もう隠れんぼのようにすごい隠していて、危ないですから、サウルは来ました。でもサウルはそこで寝ましたから、みんな寝られて、ダビデの周りの人、今、チャンスあるよ。サウルはそこにいるから、もう簡単に殺して、もう全部の私もう問題は終わりになります。でもダビデは絶対私そのことにいけない。ただ洋服に少しあるものを切って、もう寝てるときにやっぱり隣にそれを切って、それでも後でそれはいけないのことだ。すごいの心でしょ。ダビデが持っていて。What a heart David has here. David said, no, I'm not going to kill Saul, even though he's my enemy. And they said, hey, here's your chance. He's asleep. Go kill him. You'll be done with all your problems. We can go home. And he says, no, I can't do that. And he cuts off a little scarf, Saul's skirt, they call it, his rope. And even after he does that, he says, that was something I shouldn't have done. I shouldn't have done that because this was God's chosen king, anointed man. And wow, David shows mercy, not even trying to hurt Saul in any way. ただ、もう全然、もちろんサウルはよく傷を察しているんですけど、でもダビデを答えるには、傷全然しないよ。もちろん殺さないで、でも、本当にまた続けて尊敬するように。これは神様、アランダのものでしたから。すごいですね。ダビデの際。もう普通の人間はダビデの代わりにいるとやっぱりいろいろ考えます。もう殺さなくても何か縛るとか何か悪いことをするから罰を与えて、なぜ私の探しているか。でも全然しませんでした。あれも持っていました。ダビデは本当にサウル王にいけないことを許していましたでしょう。許したしなかったら、やっぱりまだ心は悪いだと思います。もういろいろ悪いことは考えちゃうかもしれないです。でも、許したから、全然私の方には、ただ愛を持って、ただ優しくして、尊敬して、悪に
答えないです。すごいの心ですね。So David had made up his mind. I believe David had forgiven Saul. Saul kept trying to want to hurt David. Thrown the javelin at David before. He kept searching after him. And yet, David, if he hadn't forgiven, he would have grown bitter against Saul. And I think he probably would have done something bad here. But because he had forgiven, he had chosen, I'm gonna show love instead. I'm gonna give him respect. He's the king. And he didn't repay evil for evil. And what an example for us. もちろん私たちすごい模範になるでしょう。もうダビデ後にちょっと遠いの場所に行ってまたサウル王に話しかけました。17節と18節次に読みましょう。じゃあ、次17、小姉妹18節お願いします。そして、ダビデはダビデに言った。あなたは私より正しい。あなたは私によくしてくれたのに、私はあなたに悪い影響をした。あなたが私に良いことをしていたことを今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに私を殺さなかったから。もちろんサウル王が今ダビデと話している。ダビデは問いのところにサウル起きてのように話して私今やっぱり洋服切ったの部分をこれ私見せて今日私あなたを殺すできたんですけどでもしませんでしたよ私優しくてもう悪いことしなかったよ伝えてるもちろんサウルが本当にもうそれを見てドキドキしていました私もちろんサウルの王3000人と一緒にいますでしょだからあまり危ないじゃないですでもやっぱりそれ分かっててダビデを褒めましたなぜ私殺さなかったもちろんサウル王はその愛全然理解していない今やっぱり嫉妬ばかりですから羨ましいでそのダビデを同じように許して愛を示す方法はあまりわからないですまだうちの中に問題ありますから罪まだ残っているですけどでもそれを伝えましたじゃあ次に20節から24節も読みましょう。Okay, so let's look at verse 20 through 24. またサウルはダビデと話している続きで話しています。24章20節は次、ロシマイですから20節、私21、エクシマイ22、あと近く24節、23、23じゃないです。どこ何が書いてる ?22 までですから。すいません。なぜ私それを書いてる間違えた。はい。じゃあ20節から。はい。Chapter 24, verse 20. Now, behold, I know well that thou shalt surely be that the kingdom of Israel shall be established in times. もうサウルが今までと
やっぱり次の王はダビデであると神様はあらのこと、それ聞きました。もちろん、サムエルから聞いて、でも今までと一生懸命私王である。ダビデじゃなくてダビデを殺します。でも、やっぱり告白しました。やっぱりダビデは王国が確立すると、さっきも理解しました。23週にかけて私に誓ってくれ、私の後の私の子孫をたたらず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないことを。ダビデはこれをサウルに誓った。サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下に両岸へ残っていった。はい。もちろん、サウルがやっぱりダビデが王になるときに、多くの王が他の王たちの子供たちの家族でも全部殺します。それ、他の国のやり方ですけど、でもダビデは絶対それをやらないですね。でも、サウルをお願いしていました。すごい面白いの話ですね、今は。ダビデもちろん約束しました。そのこと。後で守ることを言いますね。じゃあ続けてこの話やりましょう。So Saul realized that David will be king and he asks for mercy for his family. And especially back in that time, anyone who would become the next king, oftentimes if a king's family was still alive from before, they would kill them all so that they couldn't take the throne back and become king again. And of course, that was what the kingdoms did at that time. But of course, David would never do that. But he does promise to be kind to his family. And he fulfills that promise later on. Okay, so we get to chapter 25. じゃあ25章に入ると、サムエルが亡くなっていっています。じゃあ25章1節は次。高い教ですね。サムエルが死んだイスラエルの皆集まって、彼のために痛み悲しみ、我慢やる彼の信仰にだってはそこを立ってバランの花を見た。マオに一人のがいた。彼はカルメルで事業をしており、非常に裕福であった。彼は羊3000頭やヤギ1000頭を持っていた。その頃、彼はカルメルで羊の毛で旅の祝いをしていた。はい。じゃあ、どうしますか？3節。Now the name of the man was Dana, and the name of his wife Abigail. And she was a woman of good understanding and of beautiful countenance, but the man was churlish and evil in his ways. And he was of the house of Adam. はい。じゃあ今はナバルという名前、その話も出てきます。もちろん、ナバルはすごい悪い人です。お金持ちですけど、多くの羊あってるし、多くのものがありますけど、でも生活はいけない。やり方はいけない。もちろん神様に恐れしてない、従ってないの人です。だからちょっと寂しいですけど、ナバルの奥さんの方にはかわいそうです。その奥さんはアブガイルという名前がありました。アブガイルは神様を従っている人ですね。
だから聖書の中に、やっぱり多くの場合は、クリスチャンだったら、やっぱり主人と奥さんもクリスチャンである、神様従いものであるんですけど、でも今回はやっぱり一人が神様従いない、もう一人が神様従いたいものですから、いろいろ多く学べています。この話を通して。もちろん、ダビデがなぜこのことに関係があるのか。ダビデはナベルのやっぱり羊は多いで、ある羊はもちろんその時にただ脳は一つの場所だけじゃなくていろいろ場所に回ってくるんですね。羊でもやっぱり草がよく食べるからいろいろところを回っていきます。だからナベルの羊飼いの仕事も大変ですね。多くの羊があるから。でもある場合にダビデの方がもう400人以上ですから、その方は羊飼いの仕事に手伝いました。また羊が夜に出かけないようにいけないようにそのダビデの軍隊が周りにもう壁のようにしました。だからダビデはすごくその時間にそのことをかけて、でもダビデはもちろん400人ですから、今逃げる場所ですから、やっぱり食べ物はいつも足りない、いつも探している場所ですね、場合です。でももう簡単な方には、じゃあこれ羊があるから、羊ですから私たちただ取って殺して食べ物になるように簡単なことですけど、ダビデはその強いですから、ダビデのいるの方々も強いで、軍隊ですから、そのチャンスはありましたけど、でもダビデは絶対ナベルの筋を吸われない。ただ私たち守ります。何も筋を取らないで、食べないでしなさいとお願いしていました。So, Nabal had a lot of sheep, and of course sheep had to travel, especially in this time, they didn't stay in one spot. They would travel around and eat the grass where they could. And so Nabal's sheep, his shepherds that he had, they had a lot of sheep, and so it was a hard job for them. And so David, as he's running from Saul, he sees these sheep here. And they were always looking for food, because he had at least 400 people with him, and they were just running from Saul, so they had to find food everywhere they went. And so it had been very easy for them to say, look at all Nabal's sheep here. We'll just take a few of his sheep, kill them, and we'll be able to eat. But he did not. He didn't take one of their sheep, and instead he helped the shepherds, and they created a wall for them so that at nighttime none of the sheep could get away. And so they were shearing the sheep there. And so this is what happens. And so afterward, David has been a help to Nabal, and David thinks, well, maybe Nabal can help me because of what we've done to help him. Maybe he can give us some food. だからダビデの考えは、私たちナベルを手伝いましたから、多くの仕事に助けになって、じゃあちょっと食べ物をお願いします。もちろんダビデが優しくにお願いしていました。あるしもべにお願いしていた。ナベルのところに行って、こういうふうに言ってように、本当に優しくで話していました。でもナベルはやっぱり答えにはすごいひどい。怒って、
ダビデは知らない人とのように言っています。でも全部、イスラエルの中にダビデの名前をよく知っています。だから必ずダビデはダビデを知っていますけど、でも知らないのように言いました。ただ、これは奴隷ですから、もう、ただ逃げてる人ですから、あまり助けない。全然。でもだからその後にダビデが、そのナベルを殺します。絶対いけない人です。もうダビデも怒っていって、なぜ私たちそんなに優しくやりましたけど、全然答えに悪い答えあったから、もうそのことを決めました。私たち、あれから明日に戦いします。ナベルと。So David had made up his mind. He's gonna attack Nabal. He's gonna kill him. This man doesn't deserve to live. He is not being kind, and we were so kind to him. And David has kind of changed a lot from what we just saw with Saul, and now here to Nabal. もちろんダビデの態度をよく変わってっていました。サウルとよく優しくで話して答えできたんですけど、でも今は怒ってています。でも、よかったは、ナベルの奥さん、アビガイルは、そのことをすぐに分かってて、ダビデのところに、やっぱり多くの食べ物を用意して、言っていました。So David, Nabal's wife, of course, realizes the situation and right away prepares a bunch of food and goes to meet David because she doesn't want them to be killed. Nabal, of course, doesn't care. He's only thinking about himself, and that's what Nabal is known for. もちろんナベルは自分ばっかりを考えている人です。悪い人です。でも、アブガイルがよく責任を持ってダビデと話しています。もちろん、その話全部見えないですけど、じゃあ来週からまたこの話を見たいと思います。もちろん、またダビデは今いけないこと、態度良くないですね。もちろん私たちもある場合にいい答えして、ある場合に悪い答えはいけないですね。ただ私たち全部の方々と同じように愛を持って、同じように荒みを持つ必要ですね。忠実な方になるようにしましょう。We need to be faithful in our lives. People, we shouldn't respond differently to other people based on and say, okay, I'm going to be kind to this person, I'm not going to be kind to this person. And this is what kind of David is doing here. He's not, this is, and he's going to realize it later. This is really bad. But we need to be faithful in our dealings with people. Show love equally to people. Not just choosing people that we're going to be kind to and not kind to. And so David's going to learn this lesson as well through this. But we'll look at this more next week. じゃあ、ここまでで、じゃあ、高木を最後にお願いします。もサムエル記を通して神様がダビデを祝福し、サウルを統治したチャンスあっても、新しく生まれたサウルに対して、ございます。ダビデが一つ神様に声をかけて、そしてどのようになるべきかを聞いていると、どうぞ私たちも
信仰の中で、神様の信にそれを求めつつ、礼に行われますようにいたしてください。ご清聴されたまたどうぞ、これからまだ学ぶうちに神様の祝福をいただきますように、からお願いします。イエス様の皆によってお願いします。ね。